いいですね。なんかだから背景のボードとかもやっぱりその時に応じてこうなんかちょっと変わっていくようにあえてね。おおこんなにしっかりと踏切なんですよ。おお、すごい。ちゃんと通過したらさ開くから、すごい。どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はですね、2025年6月5日にオープンする、鉄道模型メーカートミックスさんのトミックスショールーム東京秋葉原にやってきました。オープン前ではあるのですが、今回ですねちょっと取材させていただけるということで、もともとは東京の神田にあったショールームがこちらの秋葉原に、移転オープンするということで、またですねちょっとこのショールームのね雰囲気なんかも、変わっているということで、いろいろ見させていただきたいと思います。早速中に入ってみましたが、もうねすごいですね。大きいこのレイアウトのお写真がそれちょっと1個ずつね、じっくり見ていきたいと思いますが、まずこちらですね、フロアガイドがございます。今私がいるのがこの1階部分ですね。路面店になっていて、外のねなんだろう、交差点からすごくこの中の感じがちょっと見えて、あれなんだろうみたいな、もうそっか外からちょっとワクワク感があるまんま、スッとねこうなんか気軽に入ってこれちゃう感じがすごくいいですね。でこちらが今1階ですが、こちらの1階部分がトミックスレガシースタジオということで、鉄道模型トミックスのご紹介というテーマでね、いろいろと展示されております。そしてあともう1個ウェルカムボードですね。トミックスさんの模型をね、見たことがある方、やったことがある方ならおなじみの模型が入ってるスリーブケースのデザインで、じゃじゃーん顔はめパネル、顔出しパネルでね記念撮影なんか撮ることができちゃいます。これ嬉しいですね。なんかね自分のお顔でね撮れちゃいます。でねすごいねありがたいことにお子さんにもね難なく撮れるように踏み台も用意されておりますのでね、抱っこしなくてもこれ台乗ってね撮ることができちゃいます。トミックスさん、歴史を振り返るということで、なんと来年2026年が、50周年を迎えられるということで、まさにこちらは1976年ですね。本当に一番最初のこちら模型 ED75、まさに本当の最初の最初の車両がこちらに展示されてます。黎明期トミックさんのこの立ち上げの時ね、動き出した時の様子っていうのをですね、こんな感じで初代ロゴマークとか初期型パワーユニットとかもね、総合カタログ第1号、すごいですね。結構でももう最初からすごくないですかね。最初からもうなんかかなりこう完成形というか、かなりこう熱量が伝わってくる、この車両のラインナップもそうですし、いろいろと出されてる。でこの今下にあるこれが2号ですかね、カタログ、総合カタログ第2号なんですが、このお写真ちょっとなんかあれなんかこの感じみたいなねありますけど、こちらこのメインの一番大きいこのタペストリー、この飾られてる時のこの感じですよ。まさにすごいですね。なんか結構見たことがある方も多いんじゃないでしょうかね。このお写真、これをもう本当に最初の頃にやられてるって。そしてこのキャッチコピーですね。すべての人々に鉄道模型の世界を。まさにこれが50年前にトミックスさんがねこう鉄道模型を始められた時のですね、もうブランドとしてのこう熱意というかテーマというか、ここから届けるんだって広げていくんだっていう気持ちがねすごく伝わりますね。結構やっぱりもう N ゲージね広まってる部分が多いんですけど、あえてこの初心に帰ってというか、そもそも N ゲージって、鉄道模型ってこういうものだよねっていうのを本当に初めての方にも
分かりやすくなんかだいたいこういうこれがあれば走るんだよとかね、やっぱこういざやろうってなった時に一から調べるぞっていう時にやっぱこうやって分かりやすくねまとめられていると、なるほどそうやって走るのねみたいな、なんかレールで電気取ってるんだとか、ね、ここに実際なんか電池入れて走らせるんじゃないんだとか、そういう本当に初期のね、まず本当の最初の第一歩が踏み出しやすくなるようなご説明っていうのをね、この基本単位は手のひらサイズ、まずここですよね。やっぱりレールの幅である 9mm、 9がイコール9の頭文字から N ゲージと呼ばれていますと。そしてですね、こちら実はね外からね、一つは見えるようにね外側に向いて正面になっておりますが、レイアウトプランというね、レイアウトこんな風に作れますよっていうトミックさんからのご提案ですね。レイアウトプラン集という本を出されていて、そこに載っていたようなレイアウトになってますが、ここにほらプラン13とか書いてあるのね。こちらはねこの店内ショールーム内に向けてね展示されてます。いろいろだからできるんだっていうのをここでまず見てね、あと外からも見て楽しめるわけですね。でこれまた高さが本当にお子さんね、年齢にもよりますけど、だいたいこれぐらいの高さで目線で楽しめるようなねちょうどいい高さのねレイアウトになってます。憧れの気持ちですごいこう特別感というかね、こうもうへばりついて見たくなるようなこの気持ちをですね、大人としてもなんかこう思い出されるというかね、いやいいですね。でこちらのレイアウトプランね、今2つ展示されてますが、これはね結構定期的に違うものに変更されるということで、だから来るたんびにじゃあもしかしたら変わってるかもっていうのでね、いろんなレイアウトプランを楽しめるようになってます。トミックさんの50年の歴史ね、そしてそもそも鉄道模型 N ゲージとは何かということを、知ることができる、こちらトミックスレガシースタジオでした。さあ今階段上がって2階ですね。階段横にあるこちらのスペース、こちらがですね憧れのトミックスデンルームというコーナーになっております。デンっていうのがなんか最近ちょっとマンションとかの間取りであるね、ホラーな的なちょっとこう小さめのスペース、ちょっとこう隠れ家的なスペースっていうね意味らしくですね、まさに今ちょっとこれもお家のちょっとしたところ、例えば本棚だったりとか、あとちっちゃめのねこれぐらいのテーブルでも実はN ゲージって鉄道模型って楽しめるんだよっていうねそういうご提案というかね、やっぱりどうしても初めて N ゲージ、そしてああいうちょっとやっぱ大きめのレイアウトとかを見るとかなりこうスペースが必要なんじゃないかなっていうねイメージが湧いてしまうかもしれないんですが、本当に楽しみ方は全然これぐらいのスペースから始めることもできちゃうんですよっていうのがですね、実際にこうなんかちょっと生活感というかね、お家のような一部屋のような雰囲気でね展示されていることでね、このモジュールこれでもなんかだいぶやっぱり車両単品で持ってるのとはまた一つちょっとこうクラスがね一つ上のクラスに行く感じというかね、いやなんかこれもいいなっていうのがねいろいろと分かりやすくね見て知ることができちゃいます。入り口の上のところにもすごく素敵なお写真と水面の輝きはレイアウトの輝き、すごいグッとくるこのキャッチコピーですね。なんかこう熱い思いがこう込められた、すごくない水面の確かにさあそしてこちらが工場直送最新製品サンプルというコーナーで、もうまさに名前の通りですね、トミックさんの工場で作られてもうすぐにこう送られてきた一番もう新しい一番こう鮮度がねもうフレッシュな模型だったりサンプルがこちらに展示されてます。これ
展示されてますけど、またどんどんこの後ですね、製造が進むにつれて、またこちらのこのショーケース内もですねアップデートされていくということでね、まさにその時そのタイミング、ここにねいらっしゃったタイミングでの本当に最新情報ですね、いろいろサンプルであったりとかね、そういうのも知ることができちゃいますね。磐越物語と C57SL を1年に2種類出されるのはなんとね初めてらしいです。トミックスさんね。やっぱりこの機関車部分、蒸気機関車がねかなりもうこう細かいパーツでね作られてて、ちょうどね今年の12月14日2025年12月14日が蒸気機関車の、旅客最終運行から50年というね、そのアニバーサリーなイヤーということで、この C57 ね出されるということですね。基本的にもう製品として販売される状態のものなんかも、展示されるということで、なのでやっぱりこう予約をねする時とか、実際にこう手元に届いてケースを開けてみて、あれなんかちょっとここイメージと違うみたいなのを極力こうなくせるというか、まずここで一旦ね、こういう感じにできたのねっていうのを確認できるような場所にもなっております。これ話題の鉄コレポケット、新しい鉄道コレクションのね新シリーズということで、この鉄道コレクションとマスコットトレインさんの公式コラボプロジェクトね、今ここにね展示されてますが、これは今ね色ついてませんけど、もう全て色がついた状態で自分でこう組み立てられるね、しかもこのサイズ感でも N ゲージサイズなので走らせることができます。車体全長が約65ミリね、ここにね書いてありますね。鉄道模型トミックスのリアルな造形をもとに約半分の小 T モデルとして製品化と。ただ N ゲージサイズの、彩色済みキット、別売りのモニターを組み込むことで走行可能となってます。鉄コレさんもこちらね、すごい今ねギュッと並んでますが、このリニューアルオープンで1ヶ月間ねショールーム閉められてたので今これだけ並んでますけれども、こちらも本当にその一番新しいですね、これから出るぞっていうね、例えば今ここら辺だと、今年の夏発売のもの、夏から秋にかけて発売のものなんかがギュッとですね、集まってますが、レールの上に乗った状態で、なるほどこんな感じですねっていうのを見て、今のね状況を、製品を見ることができちゃいます。そして一番下はバスコレですね。トレーラーコレクションもねありますけれども、こちらも同様に工場直送の一番新しいね状態の製品、いろいろチェックすることができちゃいます。そしてこちらにありますのがトミックスさんの新製品コーナーです。先ほどね工場直送のサンプルとかもありましたが、もうこちらまさに新製品ということで、こんな感じでもうねこの大きいねショーケースに並べてね、いやいいですね。上の方からこう新幹線とかねありますけど、ただねこれねちょっとこれ下の方に目を向けてみると、やはりお子さんの目線でね上の方のかっこいい新幹線見れないなっていうねことにならないように、なんとこの下にもですねありがたい、ドクターイエローだったりとか 700S だったりとか、一番下ね、こちら H5 系ね、こんな感じで一番下にも実はこういう低い目線からでも楽しめるようにっていうので、かっこいいね人気の車両なんかも並べられてます。やはり同様に新製品ですね。こんな感じかっていうのもね、実際にこう編成ね編成でいろいろチェックしながらですね、ここまで作ってんだとかね、そういうのもじっくり見られるようになってます。新製品コーナーのお隣、こちらがまたちょっとなんか今までとは違った雰囲気で、レールシステムだったりとか、この踏切とかのご提案というねコーナーになってます。車両はもちろんなんですけど、やっぱりこういう部分もすごくこのトミックスさんもう本当に細かいねところまで、作り込まれていて、でこういうのもやっぱり
これいいじゃんみたいなのをこうね、やっぱりこう展示されてる中でね、パッとね見てね、すぐこれ使えそうとかね、この効果プランを楽しもうとか、そういうのもですね、もっともっとこの自分の中でねレイアウトを組むにあたって、こうなんか幅が広がりそうなね、いろんなこう情景とかのご提案っていうのがね、こちらでされております。やっぱりなんかちょっとこうシルエットでね浮き出る感じで、うわ細かとか、もうこれ本物じゃんみたいな、この感じもねすごくいいですよね。じゃあそのお隣にはこちらが HO ゲージですね、N ゲージよりも大きい HO ゲージの新製品ね、いいですね。サンライズとかカシオペアとかいいなやっぱりこうやってね N ゲージをずっと見てきて HO パッと見るとやっぱ大きいなっていうねありますし、ね、やっぱこのサイズ感ならではのねこの迫力なんかも感じられますね。そしてその下、こちら真ん中あたりには街中でね見たことあるようなこうお店とか建物とか、ね、あとこういうのあったらなんかもっと再現できるのになみたいな、そういううまいところもね、この郵便ポストセットとかすごくないですか。これ置きたいよね、お店の前とかにもさ。静岡市役所前にあるさ、郵便ポスト、このプラモデルみたいな、このあえてこのなんていうの、周りの部分がついたね、これあるんですよ実際に静岡市役所前にね。これ郵便ポストプラモニュメント、これが製品か。だからこれもう市役所だ、すごい。トレーラーコレクションとか、カーコレクション、バスコレクションとか、鉄コレとかね、この辺りも新製品ですね。だからどんどんあちらのさっきの工場直送のところからどんどんこちらにね移動されたりっていう感じですかね。こっちの方がより今に近い発売時期のものも完成して製品としてもうそのまんまですね、出るよっていう新製品がこういうねショーケースには並んでます。こちらショーケースの前ですね、こちらがプレイヤーズゾーン、遊び方のご提案ということで、レイアウトがね組まれて車両がね走っておりますが、今これ大体ですね1畳ぐらいのサイズでしかもこれちょっと見ていただくとフローリングのね感じになってるんですよ。なので、鉄道模型、大体1畳ぐらいのスペースでお家で遊ぶってなったら、こういう感じとかいかがですかみたいな、こういう感じでできるんですよっていうのをですね、こちらで実際にこう見てね、しかもなんとここにありますけど実際に触ることもできちゃうんですね。実際にこうやって動かせるんだとか、意外と子供でも全然大丈夫じゃんみたいなのをここで体験しながらですね、見て触りながらね、N ゲージの第一歩なりね、このレイアウトっていうものね、第一歩なりを体験できるようになってます。建物を置いてとかももちろんねいいんですけど、まずは本当にもうレールをまずつないでね、こう車両を置いて走らせるっていう、その楽しさなんかもねまずは感じていただきたいなっていうのもねここに込められておりますし、島式ホームセット都市型照明付きね、こちらの製品に関してなんですが、夜行列車が佇む駅の風景にぜひ欲しくなるのが電飾ですが、電気の配置など少し難しい面もあります。トミックスの照明付きホームはシンプルな配布線で相性ある駅のホームを再現することができますと。なんとこのまさに島式ホームセット都市型照明付きを、作られたね、こう作者の方のいろいろ思い、どういう気持ちでどういう思いで、これを製品化されたのか、こういうものを作ったのかみたいな、ちょっとそういう説明も実はこのキャプションでね置かれていて、これはねその初めての方ももちろんですけど、これまでトミックスさんの製品をねいろいろ愛用されてきた方もですね、結構初めてそういうことだったんだみたいな、そんなちょっとヒストリーなんかもこちらでね知ることができてね、すごくまたちょっとより思い入れが強くなるというか、いいですよ本当に。これまでのファンの方ももちろん見て楽しいっていう、やはりこちらも高さが
まさにお子さんのね、目線でもこうちょっといい感じでね見られる。結構床に置いてる時もう本当に顔をね床にくっつけてね見るお友達も多いかと思うんですけど、まさにそれぐらいの目線でうわかっこいいみたいなのを見られる高さになっておりますね。でやっぱりちょっとさこうやってなんかさレールね基地っぽく置いてさ車両いくつか並べてみるだけでもだいぶこうね雰囲気が出るというかね、なんか鉄道模型やってるっていう感じがね楽しめますよね。ちょっとここからじゃあ発展してみようかな、ちょっとレイアウトねこのモジュール作ってみようかなっていう時のまたご提案ということで、こちらにはですね、いろんなサイズ感でね鉄道模型ジオラマを組んで展示がされておりますね。でこれ見てみるとこの元のね台の大きさはね同じなんですよ。台の高さも大きさも同じね。であっちはねこうぐるっとね走らせて遊ばせてましたけど、こんなサイズ感でこんなに、高さとかも出したりとかいろんな再現とかね、場所好きな名所の場所を再現したいとかね、そういうのも意外とでもこれぐらいのサイズでもこんだけなんか立派にねできるんだみたいなのも分かりますし、お隣なんか見てみるとこれ見てください、走ってますよバス。これこんなこともできちゃうんですよね。もちろん置いてね自分でちょっと動かしてみるないってのもいいんですけど、こうやってちょっと走行のねシステムも組み合わせてみるとこんな感じでバスが走っちゃう。すごーい。またなんかほんとそれぞれサイズ感がいろいろあってね、これが鉄コレポケット、先ほど新製品ですね、今後登場する新しい鉄コレさんの新シリーズ鉄コレポケットのこの 900×600 ミリレイアウトということで、すごいね。おおなんかその N ゲージとかのこの参考っていうのももちろんですけど、なんか単純に見てて楽しいここ本当になんか普通にこうミニチュアだったりとか、なんか普通にちょっとこう見に来ることが目的になるぐらいなんか見てて楽しいです。だからやっぱりね本当に初めての方とか、あと子供の付き添いできたねお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんとかもなんかちょっとなんかやっぱすごいんだねっていうのをこう見てね分かるというか楽しめるようなスペースになってますね。こちらも鉄コレポケットさんのね参考のレイアウトになってるんですが、なんとサイズ B4 サイズです。いわゆる紙とかクリアファイルとかのB4 サイズ B4 レイアウトということで B4 でこんなまず走らせることができるし、こんなに高さはねもちろんいくらでもできちゃいますから、これすごくないですか。 B4 ですよね。ちょっとこう紙置いてるぐらいのサイズでこれできちゃうのすごい。まずやっぱカーブとかねこのサイズでこうやっぱぐるっとできるってすごいですよね。でやっぱこれをやりたいからじゃあ何買えばいいのみたいなのもやはりこちらでね、いろいろとすぐにこう知ることができますから、まずこれまさにこれやりたいんですけどっていうのをちょっとご相談したりしたらね、じゃあこのサイズのこのレールとカーブとかね、そういうのを教えていただけますのでね、これいいですね。私鉄オモさんでもね、以前作ったこともありますけど、この100円ショップとかで売ってるようなこういうちょっとしたねコレクションケースみたいなのでもねこんな風にねその一部分を切り取ったね風景っていうのをいろいろと作ることができちゃうよっていうのもねこちらにご紹介されてます。結構なんか夏休みの工作とかさね、ちょっとしたお子さんのね
工作なんかでも一緒に親子でやったりしてもすごい楽しいですよこれ。ちなみにねこちらの部分はですね、今はねこのリニューアルしてねまず最初ということで結構もう完成形でねそれぞれね置かれてますが、今後はですねもっとねいきなりさっきのお座敷からこの完成形じゃなくて、もうちょっとその作っていく工程なんかもここで実際にねまさにこの社員の方がですねここでもう作りながらなんならお客様をお迎えするぐらいの感じで制作途中のね様子なんかもですね今後は見ていけるような、空間になるということです。そしてこちらのショーケースですね、こちらはこのトミックスさんの公式オンラインショップ、テックステーションオリジナル商品ということでオンラインでしか購入できない、ねものですね。そのあたりを、実際にねこちらで目にすることができるということで、やはりオンライン上店頭ではどうしても購入できないものになっているので、もう本当に注文して届くまでね実際の製品の雰囲気だったりっていうのは写真とかでしかね見ることができないんですが、こちらではこうやってねその現物というか立体でこうしてねじっくり見ることができちゃいます。これもねやはりいいですね。イメージをね事前に確認しておけるという点でもね。で意外とこれオンライン限定でこういうの出てるんだみたいなのもねこちらで知ることもできますから、こちらがですねトミックさんが提携されているドイツのファーラーさんという鉄道模型メーカーさんのね、商品もこんな感じで置かれております。いいですね。路面電車ねこうやってこれもね実際にね見れてすごいですね。雰囲気が全然違いますね外国のねとなると。そしてこちらのお隣にありますのが栃木県壬生町、まさにおもちゃの町トミックさんのね工場がある、栃木県壬生町のふるさと納税の返礼品として、こちらですね、出されているということで、その返礼品を実際にこちらでこれが来るんだっていうのをね確認できるようになっております。さあそしてこちらプレイテーブルスチル写真スタジオトミックス撮り鉄スタジオというね風にも書いてありますが、こちらもですねトミックスさんの社員さんが作られた、ジオラマですね、こちらになんともこんな照明がご用意されていて、まさにもう名前の通り撮り鉄ここでできちゃいますよっていうねこうカシャカシャカシャっとね、動画なり写真なりこの鉄道模型の魅力っていうものをですね、こちらで写真を撮ったりして楽しめますというコーナーになってます。だから自分でねレイアウト作らなくてもなんかすごいいい感じにねここで撮れちゃうよっていうのもありますし、実際にこちら再現されて有名なね撮影スポット撮影地のところですけれども、いいですね。なんかだから背景のボードとかもやっぱりその時に応じてなんかちょっと変わっていくようにあえてねこのボードになってたりとかね、いろいろ今後もどんどん変わっていくそうです。すごい撮影用モジュール青函トンネル飛び出し北海道新幹線開業10周年タイミングでのトミックス、各種製品の発売を意識して制作しましたと、このジオラマの、ね、制作者の方のね、いろいろコメントなどもね、キャプションについておりますがいいですね。そしてそのお隣にありますのがこちら初めてのトミックスコーナーということで、最初に1階の方でもですねそもそも鉄道模型ってみたいな説明からね、ありましたが、まさにこちらはもうこのベーシックセット SD まずどれ買ったらいいのっていうところでまずこのベーシックセットですよってなったとしてもじゃあこれ何が入っててどうやってやったらいいのみたいなのもこちらで実際にですねまさにもうこの箱からねそのまま出した状態で見ながらでこのレールつなげて配線してコンセントつないで車両を置いてとかで運転しますね、このパワーユニットでね運転できますよっていうのをすごく分かりやすくまとめられたね場所になっております。さ
あそしてこちらがすごく大きなトミックスジオラマです。すごい、こちらの神田時代のですね、ショールームにも展示されていたものをですね、そのままこちらに置かれておりますが、ちょっとそのリニューアル期間中にですね、いろいろこう位置は変わらないもののこう置き直したりとか、ちょっとねジオコレとか変わってたりっていうところがありますが、やはりこれだけのもうね模型のプロの方が作られたこれだけのジオラマね、もう本当にこれはもう見るだけでねすごく楽しいんですよ。結構もう本当角度によっていろんなね車両基地だったりとかね、あと大きい駅とか高架とかね、いろいろありますから、この中にね、そのポイントで見てみてもいいですし、もちろんこの走ってる車両ですね、車両もトミックスさんのねいろんなこう豊富なラインナップがこちらに並んでおります。お、敷島だ。おー、やっぱりこう一斉にこういろんな車両が動いて街が動いてるのが見られるのが、いやー楽しいよね。でまたこれライトすごくないですか？かなり細かくライトね電気ついてるから、よりなんかこうリアルにというか、すごい。今後ですね、この今ね、道路特にね今車とかいないですけど、ここねバスコレとかがね今後走る予定ということなので、またこちらもね動きがあるようなね道路になります。もうほんと全部ねじっくり見たいの本当にぐるっとね。いやすごい。音もねありますから、音、光だけじゃないですよ。音と動き、踏切いいな。下からというか、本当おお踏切だ。動いてる。さあなんかすごくない？このサイズ感でこんなにしっかりと踏切なんですよ。おーすごい、ちゃんと通過したらさ開くから、すごい。ここはもう本当にねすごくこうガラスとかもなくですね、本当この間近でというか、なんか自分が入り込んだかのような目線でね見れますし、音とかもね光とかも直でこう感じられるから、うわーいいな、銀河いいな。そうなんだよね、上かなりちょっとこの紫なんだよね。紫っていうか色がね跨線橋でね越える時に見えるんですよね、途中の駅で。いやいいな。この田んぼね、まだ水が張ってる時期が、このガード下とかのさ使い方もねいいですね。うわいいな。改めてやっぱりこのラインナップの豊富さというか、ジオコレとかだけでもね本当にすごいです。もうさっきねセイコーマートあったよ。ここファミマだ。あそこ北海道のコンビニチェーンセイコーマート。うわ、またこの機関庫、あれトーマスがいるトーマスもいる。いいな。でも再現はもちろんですけど、自分だけのね鉄道ができちゃうわけですから、模型は本当に自由度マックスでね、そういう夢の実現ですよ、まさに。消していただはい、お願いします。おーすごい。今ですね、なんとここの上のね照明吊るしてあるね照明を消していただきまして、するともうよりこのね細かいところにこうライトが入って、車両もね、うわちょっとまたこの夜の風景なんかね、うわーすごいな。すごい、もしかしたら今後こういうちょっとねライトを消すようなタイミングがあるのかもしれないということでね、いやまたさっきのついてる状態とはまた違ったこのなんかこう暗闇からこう浮き出てくるようなねかっこよさみたいな、シルエットの良さなんかも
楽しめるようになってます。すごい。うわうわうわ、見て見て、車両のこの、いや、これ見たらさ、絶対やりたくなるよね。欲しいって思うよね。かっこいいもん。すごいな。さあ、ということで、本日はですね、こちら東京の秋葉原にありますトミックスショールーム東京秋葉原さんに、お邪魔しておりましたね。これまでの神田のショールームの方でももちろん展示してあった内容とかはありますが、さらにもうちょっとこう気軽にね、これからっていう方でも、もちろんこれまでずっとやられてきた方でもですね、とてもまずもうここに来て楽しめるようなすごくね、素敵なショールームになっておりますので、もう本当皆さんね、道からちょっと見て気軽に入って、まずはこのトミックスさんの鉄道模型 N ゲージをですね、体験してみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、移転オープンしたトミックスさんのショールーム東京秋葉原へ来てみたでした。ありがとうございます。みんなも来てみてね。見てるだけでも楽しいです。